36年に一度しか起こりません。ベルリンの壁が崩壊したあの瞬間です。ロシア革命と帝政の崩壊などがありました。ルネッサンス革命の時でした。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さて2026年です。私たちは今165年に一度の完全なリセットのポイントに立っています。2026年、この動画をぜひ最初に見ていただきたい素敵な、必要なメッセージが含まれていますので、ぜひ最後までご覧ください。165年かけて天空を一周する海王星、そして29年が公転周期の土星、この2つが始まりの場所に戻ってきます。そして今年2月の21日には、この2つの真逆の質を持つ天体が始まりの場所、お羊座の0度で重なります。先生術的には冬至から1年はすでに始まっていると考えます。そして1月は毎年アスペクトの関係上、社会的な出来事、事件などが多く起こるということが予測されています。なのでその変化を見極めてから外に向けて動き出すのがいいので、先生術では1月は社会の出来事が起こる。それが起こってから計画を立て直して2月に外に向けて動き出すのがいいという流れが一般的に言われています。で、実際にオーストラリアなんかは1月っていうのはほとんど合ってないような存在感のない月で、クリスマスからそのままダラダラとホリデーで過ごす人の方が多くて、学校も1月の終わり2月から始まるという感じになってます。じゃあ1月はどうすればいいのかというのは、いろんなことが起こったり変わったり事件が起こったりするのを、見極めながら自分の内面を鍛えるという1ヶ月にするのがいいんですね。なので学び始めるとか、情報を整理するとか、長期的な計画を立てるとか、自分の波動を上げることに一生懸命になるとか、いらないものをまず手放したりと、そうやって内側の準備をします。そして外に向けてのエネルギーがだいたい1月のいろんな変化で、予測できるようになってから2月にドンと例えば起業するとかですね、大きな始まりのエネルギーに流れていくと、この土星と海王星をうまく使っていくことが今年もできるんじゃないかと思います。で、ちょうどその始まりの2月に海王星と土星が36年ぶりに再会するということです。で、これは世界の仕組みが終わり、新しい物語が始まるという合図になります。この土星と海王星が重なるコンジャンクションは36年に一度しか起こりません。特別な節目です。ということは、前回この重なりがあったのは36年前、つまり1989年です。そうするとピンとくる人がいると思いますが、何があったか。そうです。ベルリンの壁が崩壊したあの瞬間です。その他にも歴史を振り返ると、1989年にはベルリンの壁崩壊だけじゃなくてソビエトの終焉などがありました。そしてそれよりもさらに36年、遡ると天秤座で5コンジャンクションした時にスターリンの死、ソ連の再兵、平和運動の誕生、そしてさらに36年遡ると獅子座でのコンジャンクションでロシア革命と帝政の崩壊などがありました。こうやってこの世界の価値観っていうのを土星と海王星は重なるたんびに明らかに分かる形で塗り替えてきているんです。で、今回はお羊座の0度っていうのは今回初めてで完全なるリセットになります。2020年のグレートコンジャンクションから、実はこの流れは始まっています。先生術では土星がいろんな天体と、コンジャンクションしていくたんびにこれをストーリーとして描いていって世界の流れを読むという、王道の読み方があるんですね。ですからこの前に2020年に木星と土星がくっついてました。これグレートコンジャンクションといって、ちょうどその時にコロナを私たちは体験していますが、そこで解体され始めました。実際この5年間でいろんなものが解体されました。そしてその解体されたものの結果として完全なる崩壊が起こるのが今回の土星と海王星のコンジャンクションということになります。じゃあ一体何が崩壊していくのか。
その前回重なった時を見てみるとそれがよくわかるので、もう一度ベルリンの壁の時のホロスコープをちょっとだけ振り返ってみたいと思います。この詳しい動画なんかはすでに以前ね出したことがあるんですけれども、ちょっと簡単に振り返ると、構造を形作るのが土星、そして海王星っていうのは形ないものを意味するので、形あるものを崩壊していくという力を持ってるんですね。で、それが、前回はヤギ座というまさに壁とか政府とか政策の違いとか国の方針の違いっていう、こういう間にできる壁を意味するヤギ座で重なったことによって、これが崩壊したということが起こったんです。で、当時ヤギ座で重なったこの星たちは全てヤギ座が象徴する古い体制とか強固な壁を打ち砕くという役割を果たしました。で、そのきっかけっていうのは実はすごく意外なことだったんですね。何回かお話ししてますが、たった一人のある男性、官僚による平和な勘違いによる発言から、それが生放送で深夜に報道され、それを聞いた民衆がもう自由でいいんだと信じ込んだことで、奇跡的に、そして平和的に壁が壊れていったんです。実際この壁はある時、ある一夜にして、みんなが寝てる間に気づかれて、その間にたまたま別々にいた家族は引き裂かれたというその壁です。それがまた一夜にして崩れ去ったということです。で、この日の1989年の11月の10日ですね、のホロスコープでは、土星と海王星だけでなくて、金星、天王星、小惑星のハイジやベスタ、エコーが全部ヤギ座でくっついていたんです。で、今言った小惑星たちは、神の意図を汲み取っていらないものを排除するという役割を持つ天体ばかりなんです。で、しかもベスタは神の意図を言葉にする役割を持っています。さらにこの日、ホロスコープで冥王星と水星がエネルギーを爆発させていました。これが宇宙の介入でした。水星っていうのは言葉ですね。そして冥王星というのが宇宙につながる場所。つまりこの勘違いした人は宇宙の意図を持って何かを喋らされたみたいな感じになってたんです。さらにこれはよく私がイベント図を読むときにお話ししていますが、伝統的な木星はラッキー惑星よという読み方は本当にあんまりよく当たらなくてですね、木星がある星座がその年ラッキー運とは限らないということは、もう先生術をやってる人たちは何人もホロスコープを見てればみんな分かってると思います。なので、違った風に木星を読むんですが、歴史上いろんな出来事で木星が元気な時は大体割と悪いことが起こっていることの方が実は多いんですね。で、この日はですね、この木星、土星と海王星のコンジャンクションのちょうど真向かいにいました。で、先生術で土星と海王星がくっついている時のエネルギーと木星のエネルギーって言ったらもう完全に木星弱しなので、この日木星の悪い方のエネルギーは完全に抑え込まれていたんですね。こういうことが全部重なっている日でした。これが功を奏して一人の男性の勘違いから記者会見で間違った情報を発表し、たった今から東ドイツの国民は自由に国境を越えられるようになったというふうに言ってしまったんです。実はそうとはまだ決まってなかったんです、その前の会議では。でも会議の結果を聞かれて、その国境を越えられるようになるように計画が始まって、そう私たちは今決定してこれからいろいろやりますという会議だったんですが、そういうのって決まってもなかなか施行されなかったりしますが、その記者会見でいつからですかって聞かれたら、もう今からですってポロッと言っちゃったわけです。生放送なんでみんなそれを聞いてベルリンの壁に殺到して、もう政府が今日から行っていいよって言ったんだからこの壁いらないでしょって言ってみんなで壊す。で、もちろんこれは政府が認めたことなので、全く争いのない戦いのない解放という形で理想的に壁が壊れた。もうこれがずっとこの男性の歴史上最も素晴らしい美しい勘違いと未だに呼ばれていることが起こったんですね。宇宙は時としてこんな風に愛ある介入というのを仕掛けてきます。で、それはただ私たちが強く理想を信じた時にだけ起こると先生術では言われています。この史上最大の幸せな勘違い、
今また私たちはその位置に天体たちが戻ってきている、ということですから、再びその奇跡を起こす立場に立っているとも言えます。先ほどお羊座の0度でのコンジャンクションは今までもないと言いましたが、0度ではないですが、お羊座でこの2つの天体が合となったことがあります。それは1850年代、つまりルネッサンス革命の時でした。2026年の今回の2月も土星と海王星はお羊座で重なりますが、特に0度、いわゆるワールドアクセスというところで重なりますね。ここには宇宙のエネルギーがこの世界に直接なだれ込むという、本当にその始まりの隙間の場所なんです。最も純粋で強力な場所とも言われています。今回、世界単位で前回のような平和に向けてのルネッサンスの可能性がある場所ということになります。ただし、正直に言いますと、実際お羊座の0度はもう一つ意味があって、非戦い、戦争、火種のある場所であることも確かなんです。この2つのエネルギーが共存しているのがお羊座の0度なんです。なので、このメッセージが大事になっています。私たちがどちらを選ぶのか。今世界を見渡すとまだ未解決の火種は至るところであります。私たちは見せかけの平和を今演じているだけで、ちょっとしたことで民族間、国の間、まだまだ癒されていない問題、ちょっとするともうすぐに火がついてしまうという問題はいっぱい抱えています。これのまんま私たちはコンジャンクションをこれで迎えていくわけです。つまり星たちは私たちにこの2つの選択肢を突きつけているということになります。一つはこれまでの価値観に固執して対立を爆発させてしまう道で、もう一つは古い壁を壊して、もうこの壁僕たちいらないよねっていう、本当に誰も今まで見たことのない希望と光の本当の平和の一歩を踏み出す道、どちらを選ぶのか。これが2026年の大きなテーマになってきます。で、宇宙が何を求めているのかというのは、占星術の星の流れ、私たちは風の時代に突入したということを今みんな知っていると思います。水亀座に冥王星が移ったことによって風の時代が始まっているわけですけれども、この水亀座の風の時代っていうのは何を意味するかというと、占星術ではこのキーワードコミュニティとか多様性というのは有名ですが、実は一番大事な、キーワードは対話なんです。水亀座の風のエレメントの意味、対話なんです。だからつまり宇宙は今私たちに対話をすることを求めています。制裁でも衝突でもありません。何か制裁をするって実は制裁は恨みと憎しみを育てて解決せずにより強固な壁を作り上げることになり、壁を壊すということには伝わらないんですよね。対話っていうのは同じテーブルについて同じ立場で対話すること。この人をのけ者にして話すんじゃなくて、ここで、しかも同じ立場でです。よくこれは個人レベルでも今年は対話が大事。なので今回は自分の正義っていうのを一旦脇に置いて、相手の内を受け入れる勇気を持って対話をするということが、もし世界で本当に初めて対話が行われることができたら、世界の平和へとつながっていく可能性がある。こういう夢みたいな世界が実は現実になる可能性があるということです。でもちろんこれは今言ったように個人の人生にそのまま当てはまります。私が、最もお勧めしているのは、もちろん自分がそれがいいと思って提供して仕事にしているので、自分が提供している2つのメソッドがあるんですが、1つが幸せで満ち足りた人生への教えが全部詰まっている新しい時代のコーチング講座、セプタグラムソウルジャーニーコーチング講座というものです。そしてもう一つは、夢をサクサク叶えていく人の共通点は、みんな高い周波数を持っているので、その同じ高い周波数にならないと夢が叶いにくいということに気がついたので、周波数を上げるためのテクニックをずっと2週間、2ヶ月ですね、オンラインサロンでつながって私が伝授し続けるという、そういうマニフェステーションプロジェクト、この2つをやっているんですが、でこれなぜかというと、風の時代になることが分かっていたからです。私たちは自分が勝手に無意識のうちに
立てた壁があることにほとんどの人が気がついてないんですね。で、それ心理学、このプロジェクトは2つとも私のベースになっている心理学ベースでできているんですが、リミテッドビリーフという心理学用語があって、それがまさに壁です。それを立てて、その中で一生懸命頑張ってるから、ずっと壁にぶち当たっている状態であることに気づいてない場合があるんです。だからこの壁はやっぱり打ち壊すことが大事。これはまさにベルリンの壁を壊す作業と全く同じです。で、これは私も長年、個人セッションがずっと最初メインで2万件やらせていただいていて、そんな中で才能や本質はお伝えできますけど、その後、じゃあどうやって今言ったスキーマを取り除いて、壁を取り除いていくかというと、なかなか結局は一人ではできないということを見てきました。でも自分でやらなければいけないんです。この一人ではできないことです、これは。だけど自分でやらなければいけないこと。ここがテーマなんですよ。それならば自分でできるようになるためにその方法を教えてもらい、それまでガイドし、導いてくれるようなメソッドが必要ということで、私自身のコーチング講座は自分で取り組むためのガイドラインとして構成をしてきました。それまでは私も目をつぶって瞑想していれば誰かが癒してくれたら自分の全てが解放されると思っていろいろやってみましたが、これは自分でやらなきゃいけないことだったから、人にやってもらおうと思ってたから効果がなかったんですね。で、じゃあ自分でと思って自力で歯を食いしばってやっていったらやり方わからないから失敗して傷だらけになる。それを繰り返してました。なのでやはり自分でやるための方法を伝授してもらう。これが多分一番風の時代には合っている。で、これが何をするかというと自分との対話なんです。自分と徹底的に対話していくことでこのスキーマっていうのは取り替えることができるし、リミティッドビリーフも取り除くことができるんですね。対話を通して目覚めて気づいて豊かな人生の土台を作る。これが2026年一番すべきことということになります。ということで、今1月ですね、世界中の人々が新しい年への希望を抱く光の橋っていうものを作ることができます。最初に言ったように、信じる人が多ければ、それは宇宙の介入として素晴らしい介入が入ってくる可能性もあります。36年前、あの人が勘違いして、もう今日から私たちは自由になったよって、その素敵な勘違い、つまり信じていたから出た勘違いですよね。それと同じように皆さんに提案するのは、私はもう幸せになっている、私はもう成功しているという素敵な勘違いをしてみるということをお勧めしたいと思います。そしてもっと大きなところでは、世界は必ず平和になるという勘違いを先にする。今みんながその勘違いをすることで実際にそれが起こっていく可能性がある時ということで、このメッセージをお伝えしようと思いました。未来を信じることが本当に大事です。祈りっていうのは本当に宇宙に届くから、2026年そのリセットの瞬間に私たちが最高の笑顔で立っていられるように、心からの平和を願って、自分自身の人生の平和も、そして世界の平和も祈りながらこの1月を過ごしていくことが大切ではないかということでメッセージにしたいと思います。またこの土星海王星のコンジャンクションに関しては2月の後半ですので、近づいてきたらしっかりとチャートを出して、そのチャート内にあることを読んでみたいと思います。ベルリンの壁の時とはまた違うホロスコープですので、もっと別の可能性が生まれてくるという、ことですので、2月なのでまたそれまでに出したいと思います。ということで皆さん素敵な2026年を迎えていきましょう。そしてこのタイミングでこの動画を見ていただいて、つまり私とつながっていただいて本当に心から感謝いたします。2026年はより皆さんと直接つながっていきたいなと思ってます。同じように平和を望んでいる人たちとのつながりが強くなればなるほど現実になると思っているから。ということで以上です。